こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニック院長の永山由紀です。はい。今日は先日公開した歯石、虫歯、抜歯、1回で全部治療という動画のこちらですね。こちらの患者さんの治療が終わりましたので、治療の内容をご紹介したいと思います。で、この方は抜歯が6本、大きい虫歯治療が1本、中くらいのセラミックのいいねっていうのを入れた歯が5本。あと、レジン充填って言って1回で終わるような小さい虫歯。それを4本直しています。だから、あらゆる段階のいろんな状態の、虫歯を一気に直したって感じです。で、なんか歯茎が腫れてすごく痛い時もあったらしいんですね。で、そういう時は、なんか自分で針を刺したりとかして、その膿を抜いたりして、なんとかしのいで、来たそうです。でもいい加減もうちょっと結構奥歯もやばい状態になったから来なきゃと思って来たんですっておっしゃってました。こちらの患者様は30代前半の男性です。初診時はこのように歯石もたくさんついていて歯茎もかなり腫れている状況でした。正面から見るとこういうところですね。黒い歯石が歯茎の中に隠れている隠れ歯石がたくさんある状況ですね。そして全体的に歯茎も腫れてブヨブヨです。横から見てももう何もしてないのに出血しちゃうような状態です。そして奥の方ここ見えてますけど大きい虫歯です。C4 という状態の虫歯があります。こちらもそうですね。こうやって歯石あったり出血していたり、あとはもうこういうところも歯石がねたくさんついているような状況です。噛み合わせの面を見るとこういう7番という状態。この歯。これぐらい大きい虫歯で進行してしまうと C4 という状態で抜歯の適用になります。あと、今見えませんが、実はこういうところの間も虫歯が潜んでいます。下の歯もこの奥歯、親知らずと7番目の歯。2本ずつですね、抜歯となります。レントゲンを見ますと、こういうボロボロになったような状態の歯。もう上下左右奥歯全部ありました。なので、7番目の歯、8番目の歯、親知らずですね。全部抜歯となります。で、こういうところ、歯石がレントゲンに映るほどたくさんついています。ここはよく見えますが、大きな虫歯です。で、こういうふうに根の病気ができちゃってます。こちらちょっとさっきのところを拡大したレントゲンですけど、歯と歯の間の虫歯がちょっと見えてますね。こういう風に。こういう虫歯も直していきます。この歯と歯の間の虫歯。こういうとこもそうですね。これは小さい虫歯なので、詰め物で直します。では、治療の動画を見ていきましょう。まずは歯石の除去ですね。これ上の奥歯の歯石の除去です。で、歯石の除去、いっぱい見たいという人は概要欄にリンクを貼っておきますので、歯石除去の動画を見てください。こうね、歯茎の中に、ほら、もりもりっと隠れ歯石がたくさんあります。歯茎が腫れても上から歯茎が覆い隠しちゃっているんですけど、かなりたくさん隠れ歯石がありましたよ。次、虫歯治療ですね。この虫歯は膿の溜まっている根っこが可能している歯です。根っこの中の方まで虫歯が浸透していて、歯の神経は死んでしまっていて、なんか腐っているような状態でした。なので、そういう感染した汚れた脂質を削り取っています。で、歯石を取った状態がこちらですね。歯石取っただけでも黒い部分がなくなって綺麗にはなっていますが、まだ歯茎は腫れています。歯の後ろも黄色い歯石が全部取れて白い歯が出てきました。そして根の治療と虫歯治療をしていた歯、奥歯ですね。そこにも仮歯を入れました。歯垢や歯石で埋まってしまっていて、隠れていた虫歯がこのようにはっきり見えるようになってます。で、こういう小さい虫歯は、レジン充填って言って、白い樹脂を詰める方法で、それは1回で終わります。このように歯と歯の間とか噛み合わせの面合わせた虫歯は、1回型を取って、このインレイっていうようなセラミックのインレイ、こちらのような感じですね。こういうものを詰める治療をしました。
で、根の中が化膿してたりすると、根の治療っていうのは1回では終わらなくて、この方、このような汚れや膿を洗浄する治療を3回行って、4回目に防腐剤を詰めて根の治療を終えました。だから根の治療はトータル4回かかっています。1回目の治療の時に歯石の除去と、歯磨きの練習ですね。とにかく歯磨きの練習をしないと歯茎が引き締まりませんので、歯磨きの練習をしました。そして、虫歯の治療、パリバが入っているところ、それの虫歯治療をしました。で、2回目ご来院の時に引き続きその根の治療をして、あと他の重症の虫歯のところは抜歯をしました。あとね、1回目の歯磨き練習だけでは、ちょっとやっぱまだ磨き残しがあったので、2回目のご来院時も歯磨き練習をしました。で、この方は奥歯ですね。根が産んでいたっていうところの歯は、防腐剤を詰めて土台を入れた後、かぶせ物を作るんですが、口腔内スキャナーを用いて作りました。で、口腔内スキャナーっていうのは、歯型をこう粘土みたいので取る必要がないので、患者さんはとっても楽です。で、口腔内スキャナーっていうのは、このような感じでスキャンしていきます。大きさ的にはこういうもので、ちょっとこれ違う患者さんの画像ですけど、こういう感じで画面にリアルタイムで出てきます。これはこの患者さんのスキャンデータです。見え方としてはこういう感じで見えてきます。で、このデータを技工士さんのところに送って、で、技工士さんがデザインをして、セラミックを削り出して作ります。はい。これは、本当はもうこういう模型いらないんですけど、これは 3D プリンターで模型にした状態です。で、これが実際に入れるジルコニアセラミックですね。ロボットが削り出して作るんですね。カリバを外して、それで、デジタル技術で作った刃を調整しながら入れていきます。で、噛み合わせとかを調整して入れていきます。で、このデジタルで作っている刃っていうのは非常に刃とのギャップが少なくて、こう触っても全く段差とかギャップがない非常に適合精度のいいセラミックが入れられます。噛み合わせを調整して最終的には接着します。ではスライドで術後の状態を見ていきましょう。歯茎はかなり引き締まっていて、術前のこの状態とこの状態でもう歯の長さが長く見えるほど歯茎が引き締まってますね。かなり薄いピンクでいい状態に、歯茎もとても健康な状態になっているのがわかると思います。横もこのようにちゃんとこう歯茎の歯と歯の間のお山がちゃんと引き締まって、こういう状態で腫れぼったかった状態とは違いますね。こちらもそうです。で、この方ちょっとこういう白濁っていうような状態のものがあるんですね。これはごく初期の虫歯なんですね、実は。だけども穴が開いてないので、あえて歯を削ってしまって詰めるとかそういうことはしません。様子を見てきちんと歯磨きができて、これ以上進行しなければこの状態を保てますので、あえて、経過観察としました。で、他のところも、あるんです。こういう結構こういう茶色いところ、少し茶色っぽくなってるところ、ここは特に穴が開いたりしてないので、経過観察がとても大事ですね。で、このように初期虫歯いっぱいありますので、そういう方にアパガードリナメル、こちらをおすすめしました。この歯磨き粉はハイドロキシアパタイトっていうのがとってもたくさん入っていて、こういうエナメル質の表面が傷ついたような状態をリペアしてくれるんですね。なので、この方みたいに初期虫歯、こういう白濁とか、ちょっと茶色くなってたりとかっていう、まだ治すほどの状態ではない虫歯、かなり軽度の虫歯がある方にとってもおすすめです。それでは私が大のおすすめのこのリナメルですけど、当院でも売ってますし、普通に今、Amazon とかで売ってます。こちらのリナメル使ってみたいなっていう方は、概要欄に貼っておきますので、商品のページ、ぜひご覧になってみてください。歯と歯の間の小さい虫歯、さっき言ったこういうインレイっていうもので直した部分がここです。見えますか？歯と歯の間、これがインレイです。だいたい歯に似たような色で作るので、目立たず、保険でやると銀の詰め物になってしまうんですけれども、うちではセラミックのインレイというものを入れています。
はい、セラミックのインレイはこちらにも入っています。ここがそうです。で、噛み合わせの部分を見ると、インレイというのはこういうところに入ってるんですけど、白いのであんまりわからないですね。下の刃もこのような感じです。ここが大きいセラミック。さっきのデジタル技術で作ったセラミックですね。じゃあこの方の治療ですごくやっぱり一番重要だったのは歯磨きですね。患者さんの歯磨き。うちでいくら虫歯を治しても、いくら歯石を取っても、歯磨きしてくれなかったら、こんなにいい状態にはなりませんでした。なので、こちらの症例はやっぱり患者さんが一生懸命歯磨き頑張ってくれたから、このようないい結果になったんだと思います。で、歯磨き練習は実際にどこに歯垢がついているかわかるように、このように染め出しをして、どういうところに歯垢が残っていて、歯ブラシをどういう角度で当てていいのかっていうことを練習しました。患者さんは今までこういうことをしたことがないと。歯磨きの練習をしたことがないし、どうやって磨くのが正しい磨き方がわからなかったということなので、一緒に2回ほど練習して、どんどんできるようになっていきました。で、歯茎が引き締まってくると患者さんも実感するみたいで、このような何もしなくても出血するような状態の歯茎の状態でも、1週間ぐらい正しい歯磨きをすれば出血って出なくなってくるんですね。なので、患者さん自身も歯磨きしてる時の出血がなくなったって実感も出てくるんですね。そうするとどんどん歯磨きすると改善していくのが実感として湧くので、毎日の習慣としてきちんと歯磨きできるようになったんだと思います。正しい状態、健康な状態を知れば、もう元には戻れないっていう感じだと思います。なので、この方は今後、定期検診、あとこういったリペアしてくれる歯磨き粉を使って、いい状態を保っていけるようにフォローしていきたいと思います。治療をやっている間に、歯磨きもよくできてくるようになって、すごく歯茎の状態も改善してきて、すごく良くなってますねって言うと嬉しそうに、歯間ブラシも使ってるんですとか、あと、デンタルフロスの使い方どうしたらいいでしょうとか、そういう質問もいただけるようになって、とっても患者さんのその歯磨きに対するモチベーションがどんどん上がっていくのが実感できました。うちはこのように小さい虫歯も大きい虫歯も一緒に進めていきますので、やっぱりどんどん良くなっていくっていうのも患者さんも実感があるんですね。どんどん治っていくので、通うのもそんなに辛くないとおっしゃってました。というわけでいかがだったでしょうか。当院ではこのようにたくさん虫歯があったりとか抜かなきゃいけない日が何本もあるような人、そういう方の治療をなるべく1回に凝縮して少ない回数で終わるという治療を行っております。ぜひお悩みある人はご相談ください。概要欄に問い合わせフォームを載せてありますのでお問い合わせください。こちらの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。